H プラス M アトリエの野田博彦です。野田美和です。はい、この家を建てる経緯ですけども、おせっ様から、自分の住宅とアトリエを兼ねた建物を建ててほしいという依頼がありました。それは、森の中にかわいい家を建ててほしいという依頼です。はい、まず土地を探すというところから始まりました。緑があって、非常に環境のいいところで、駅に近い、非常に便利のいい利便性のいいところがいいということで、これはそんなところがあるのかという感じでまず始まったんですけども、おせっ様が、非常に熱心な方で、いろんなところを一緒に、見に行きました。いいところはあるんですけども、非常に森の中だと駅から遠いとか、非常に便利なところだとなかなかそういう環境のいいというか緑の少ないところが多くて、どうしたものかなということがあったんですけども、ある時、ここどうですかということで、連絡がありまして、ここの土地を見に来たという経緯があります。その時の印象でいくと、前に池があって、斜面地で、そこに木が植わってると。なかなかここで、家が建つのかなっていう感じは一般の方にはそう見えたかもしれないんですけども、おせっ様もなんかここは感覚的になんかいいんじゃないかなということで連絡もらったこともあって、私が見た時もここにもし家が建てれるんであればこんないいところはないだろうということでここの土地を決めました。その土地というのは非常に急斜面で、池に向かって斜めになっているので、そこでどういう建物が建つのかなというふうに、2人でちょっと考えてたんですけど、造成っていう形を取るんではなくて、高木層の形を取って、高木層で、まず1階のレベルまで持っていって、その1階2階とその上で木造で建てると。で高木層なのでコンクリートで高木層を作るので、そのコンクリートのスラブ1階のスラブを池に向かって持ち出していくことで、池の上にこう浮いてるようなデッキウッドデッキを作ることができるんではないかなというふうにイメージしました。やっぱり造成をすることのメリットは有効に使える土地が増えるっていうことがあるんですけど、やはりせっかく池のそばの敷地で造成してしまうとただの庭になってしまうので、やはりこの敷地を最大限に生かすには池のすぐそばに立ってる池を感じるっていうところを設計に落とし込むっていうのがいいんじゃないかなっていう答えだったよね。そうですね。外観のその時に湧いたイメージというのが、森の中に、ひっそりと佇んでるっていう感じのイメージです。でおせっさんの要望の中に可愛いっていう、フレーズ
があるので、可愛いってどういうことかなっていうふうに考えた時に、あまりこう人工的なマッシブな形ではなくて、どこかこう、角のない丸いイメージっていうのが湧きました。ということでできるだけ、自然の緑に馴染むようなベースの家の色で作って、そこに、ちょっとそれだけだともう沈み込んでしまうというか緑と一体になるので、少しワンポイントで、赤ベンガラ、日本の伝統色であるベンガラのような花が一輪咲いてるような、なんとなくそういう風なちょっと優しい可愛い、感じがふっと湧いてきました。そうね。玄関の赤いひさしがやっぱりこの家の一番目に留まるポイントだなと思うんですけど、その可愛らしい可愛いというモチーフと一緒にここのお施主様のなさってるその韓国の縫い物をモチーフにしたポシャギですとか、そういった布の柔らかさとかを表現するのがデザインのモチーフになっていて、外観の正面の窓のところにそのポシャギのパッチワーク的なものをイメージした格子をつけたり、赤いひさしのアールの部分はその布の柔らかさとか可愛らしさとか、そういうものとその日本のベンガラの色をこう、ミックスしたような、ここは日本だしということでも、合わせたようなデザインになったんやね。ポシャギともう一つヌビという生地がありまして、ヌビというのもお施主様が自分の手で、作られている布になるんですけども、生地の間に綿を入れて、その綿をこう縫い込んで非常にふわっとした柔らかい感じの布を制作されています。その布の感じっていうのが非常にこう柔らかい面の取れた柔らかい感じなので、その柔らかいアールっていうデザインモチーフと、それとポシャギっていう布をこう縫い合わせたようなパッチワーク的な感じのものを逆にこう格子のようなピシッとした形というこの2つの対比したデザインをモチーフにして全体を作り上げると、なんかこうストーリーっていうか物語ができるんではないかなっていうふうに考えて、それからその話をお施主様とちょっとしながらスケッチを描きながら進めていったっていう感じです。プランのポイントっていうのは、まずは大きな開けた池があると。で、緑に、包まれてて、で背景後ろ側にも緑はあるんですけども、道路があって、そこは人がよく通るので、そこはどちらかというとこう閉鎖的なプライバシーを確保するような道路側と、もう一つ池側は開放的にしようというプランの大きなゾーニング的な考え方がまずなんとなく浮かびました。ということで、エントランスをできるだけ小さく、入ることで、エントランスから中に入った時に、庭というか向こうの池が大きく見えるようなプランにできないかなということで、まずそういうイメージ、全体的なイメージがそこで生まれました。こう道路に対しては割とプライバシーを保つ形になってるんだけれども、こうドアを開けたら一気にその池まで奥行きがつながってる
そうすることで家の奥行き感が出るのが大切だなと思って、それを生かしたプランにしたんやね。はい、小さく入って、大きく見せるっていう形がいいかなっていうことですね。まずプランの条件としてこのヌビとかポシャギを作るアトリエが必要だということで、このアトリエには生徒さんが来て教えるという工房的なアトリエ、それと住居も兼ねますので、ダイニングがあって、一般的にはダイニングがあってリビングがあってキッチンがあってという、あと水回りがあると、あとその個室ですね、お施主様が寝る部屋があって、もう一つはヌビの来られた教室に来られた生徒様が泊まられるっていうこともありますので、そのお部屋ということで、これをどのように、組み合わせていくかなということで、まず1階は入ったところにアトリエで、それと生徒様も一緒にご飯を食べるようなダイニング、できたらリビングということで、それを全部合わせると、敷地から面積がはみ出すようなことになってしまうので、これをなんとかこう融通し合いながら自由に使えるようなプランってできないかなということをまず思いました。これが1階部分ですね。だから一つ一つのお部屋をそれなりに取っていくという作り方じゃなくて、兼ねるっていうことよね。日本の昔のうちは、茶の間が寝室にもなるように、アトリエがリビングにもなりダイニングにもなるというような兼ねる空間っていうのを一つ、大事にしてはどうかなと。そうすることで、面積も抑えられるし、空間も広く取れるっていうことやね。だから空間を曖昧にしていくっていう風な感じで、回遊するような形、例えばリビング、ダイニング、アトリエっていうのを兼ねれるようなプランニングってどういうことかなっていうことを考えていくと、プランを詰めていくと壁がこうちょっと斜めに振るような形にすると、それが大きく全体的に、ストーリーが成り立つっていうのがひらめいたので、それをプランの形に落とし込みました。デザインのモチーフで、面を取る柔らかい感じのモチーフ、それとポシャギっていう布をパッチワーク的にしていく時の格子のピシッとしたデザイン、この2つがストーリーの中に入ればいいなということで、エントランス入って玄関入って斜めの壁があって、その向こうは池が大きく広がってるっていう形になってる。そのところどころの入り口に R の出入り口があったり、ポシャギでデザインされた格子の引き戸があったりというふうに、これさっき外で見た玄関のところの塀と同じデザインだなとか、エントランスの時のひさしがこんなとこにもひさしがあるなとか、そういうふうにちょっと楽しめるようなデザインにしてます。で、その開放的な池の方の部分も非常にこの家の主ではあるんですけども、それだと少しちょっとこう何か落ち着いて、こもりたいなっていう風な時に、どういうスペースを取ったらいいかなっていう
こもりたい時もあるんだよっていうふうにちょっとご希望があったので、じゃあこの開放的な池の方の面にこもれるところっていうのはどういうふうに取れるかなということで、大きな窓のコーナーを少し R をつけて、落ち着く包まれるような、平面的な R の空間を作りました。でそれだけだとこう二次元的になるので、天井も R をつけることで本当にこう森の中の、鳥の巣のようなちょっと眉玉に包まれているような、ところを一つ、作りました。なんかご親戚の方とかも集まったりしてみんなで食事することもあるっていうことだったので、みんなで楽しくお酒も飲んだりするし、もうダラダラっとしたい、もう普通にあると思うんですけど、いつもそんな緊張して暮らすんじゃなくて、やっぱり食事してワイワイしてお酒が入るとちょっとこうみんなで砕けたりして、そしたらもう壁にもうバーンと壁に寄りかかって、もういつまでもおしゃべりできるようなそんな空間もあるといいなっていう話で、そこのこもれる空間、包まれた空間があって、そこから天井の R を使って吹き抜けの方に今度は広がるつながりにもしてるっていうところね。曖昧な空間を作ることでいろんな使い方ができるということで、その木の板を R にして、それがまたアトリエの方にもつながっていき、吹き抜けをするところにも木の板がつながって、上の2階にもつながっていき、その板が今度個室の方にもつながるというふうに、空間が連続していくような、形をとりました。家全体が一つのデザインというか空間ね、こう部屋ごとに空間が切れてるんではなく、家全体が空間になっていて、それでいて一つの部屋になってるっていう感じしてる、その面積以上の空間の広がりをね感じる。なんかウッドデッキも池につながっていくことで曖昧なつながり、外の自然と居室との間が曖昧になって、それが連続していくということで、非常に広がりのある、空間に、計画できました。2階は2階に上がって1階から続く斜めの壁が2階のホールになってるんですけれども、それの突き当たりの池側をちょっとご主人のデスクコーナーみたいにしてます。ちょうどいわゆるコロナ禍で在宅のお仕事も増えたということもあるんですけれども、書斎っていうようなわざわざ部屋を作らなくて、そのコーナーでお仕事もでき、でせっかくの外の池も見ながらお仕事ができるっていう空間を作ってるんだよね。それが吹き抜けをつなげて、斜めの壁とまっすぐの壁の間がホールのようになるんですね。一般的にはこれが廊下とかになってしまうんですけども、斜めにしてることで、こう扇形に広がっていくので、その扇形に広がっていくホールを、デスクワークの場所に設計しました。でそれを目の前にすると池が広がるというようにフィックスの大きなガラスにしてます。あとお風呂ね。お風呂もできるだけ開放的にしたいということで、いわゆるユニットバスというふうな形じゃなくて、FRP という材料ですね。よくボートとかというところで使われる材料なんですけども、継ぎ目のない、
空間を作って、そこに、バスタブをそっと置くという優しいデザインにしてます。それで、2階に上がっていってホールがあって、デスクがあると。その横に寝室があるんですけども、その寝室も実はスリット窓を作ってまして、そのスリット窓は南の1階の木漏れるR の壁の板壁が連続して中に入っていくような仕上げにしているので、これも1階と2階がつながっているような感じにデザインしています。非常に細かい話にはなるんですけども、そこの窓は額縁という風なよく窓に使うガラス押さえみたいなものはなくて、本当に見た感じは何もガラスが入ってないようなデザインにすることで、つながり1階と2階がつながっているようなデザインにしてます。階段を上がったすぐ正面のところは完全の個室の和室、畳を敷いたお部屋になってるんですけれども、そこはもうゲストルームかな、親族の方やヌビの教室の方がちょっと休まれたりできるようなお部屋になってます。でそこは池側じゃなくて道路側の北のお部屋になるので、どちらかというと一日中落ち着いた明かりの中で落ち着いた部屋になってるよね、この家の中でもちょっと落ち着いた、なんかここでゴロンと横になりたいなって思えるようなお部屋になってます。そこは北ということもあって大きな窓というよりスリットの足元まである窓にして、そこもやっぱり足元まである窓ということで外とのつながり、外の緑とつながっているような感じにデザインしてます。そうそうでちょうど道路の反対側の山の緑がすごく綺麗なので、今の時期だと紅葉も見えるし、四季が、池とはまた違う四季がよく感じられるお部屋になってる、光が安定してて落ち着く感じですね。北側の窓の上には構造の梁を見せてます。この梁を見せることでこう壁をくり抜いたというよりは天井、今回も梁を見せて、床の合板も見せるというデザインにしています。その延長として、窓がくり抜かれているというふうに、することで何か開放的な何か仕切られてるというんではなくて、連続してる、屋根が連続していって、窓があるっていうふうなデザインにするということで、梁をわざわざ壁を作るんじゃなくて構造の梁を見せるようにしています。私たちの設計する家の多くが天井の梁と、見せてるよね、床の構造が見えてる、構造用の合板を見せてるっていうが多い。2階の屋根も同じように、梁が見えてて、屋根の裏の合板が見えてるっていうデザインにしてます。これは木造の家に自分らが包まれて安心して、暮らしていけるという、どういう家に守られてるのかっていうことを実感できる、デザインだと思ってます。一般的には天井を張ることでそこにダクトとか配線とかいろいろして非常に作りやすい構造にはなるんですけど、そうではなくてそれは
私たちの技術的なことでできるので天井なしのデザインを作るようにしてます。もう木造を、感じてほしいっていう願いでもあります。こういう構造の家に住んでるっていうことを、感じる家がいいかなっていうふうに思ってるので、やっぱり私たちの設計ではこの形が、このスタイルは非常に多いですね。この家が、いいなと思うのは、お施主様が非常にこの家を愛してくれてるというか、一緒に本当に作り上げた感じがあるので、プランも実はいっぱい書きましたし、話し合いもいっぱいしましたし、ああでもないこうでもないということで、非常に練りに練って最後ね、いろんな考え方はあったんですけど、非常にそういういろんな条件をもうだから絞っていくことで、最後残った形が、だから最初にこの敷地を見て感じた、こういう家が建つんじゃないかっていうスタートと、ご要望とか、敷地上の制約とかいろんなものを加味して、いろんな図面を描いたんですけれども、基本的には、考え方というかコンセプトはずっと統一してて、面積を、削ったり、それはご予算のこともあるし、本当にそれが必要かどうかっていうところもあるので、それのその試行錯誤を繰り返していって、本当に必要だなというものが残った。でそれとそのお施主様のライフスタイルであるその、デザインモチーフが一つにまとまって、本当にここに住む人の家の本当の一品の家ができてるっていうところが、そうね、お施主様と一緒にここの土地を初めて見に来た時に、同じようにここいいんじゃないか、こんな家が建つんじゃないかっていう、その時に思ったイメージ、その時は形にはなってないんですけども、あの時に思った感じと一緒だねっていうふうに思えたので、これほど、よかったよね。よかった。それがシンプルにそれが一番良かったかなっていうところでね。非常に喜んでいただいて、可愛いって言っていただけたのでよかったなと思います。よかったです。